はトースターで簡単に作れる濃厚スイートポテトを作りました。こんにちは、卵ソムリエのゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日は濃厚なスイートポテトを作りたいと思います。はい、ということで以前も私の動画でキューブ型の一口サイズのスイートポテトをご紹介したんですけれども、今日はね、形を変えて濃厚なスイートポテトを作っていきたいと思います。でね、今回はね、こういうお店とかでよく使ってるやつですかね。船型っていうんですけど、ちょっと楕円形のアルミ箔を使っていきます。で、もしこういう型がない時は、これ100円ショップとかによく売ってるおかずのアルミカップですね。ちょっとね、これ柔らかいんですけど、こちらで代用していただいて大丈夫です。スイートポテトって結構卵黄だけ使うレシピが多いんですけど、今回私がご紹介するレシピは全卵を使ったレシピをご紹介していきたいと思います。ということで本日も最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、今日の材料はこちらです。さつまいも、お砂糖、生クリーム、卵、バター、バニラエッセンスです。こちらの材料で作っていきます。結構ね、材料のラインナップは極力シンプルなものにしてあります。で、今回のポイントは全卵使うとこですね。ということで今日はこちらの材料で作っていきます。はい、それでは早速作っていきます。まずさつまいもの皮を剥いていきます。これはピーラーでもね、包丁でもどちらでも大丈夫です。今回は電子レンジで加熱して作るんですが、ちょっと熱々の状態だとね、剥くのが大変なので、最初にこうやってね、皮を剥いちゃいます。ヘタを切ります。で、そしたらこれを2センチぐらいの幅にカットしていきます。こんな感じでカットします。で、そしたらこれをまた半分に切ります。で、そうすると後からね、潰しやすくなるので、半分にカットしておくと火が通りやすくなります。ボウルにお水を入れて、さつまいもを入れてアク抜きをします。で、こうやってアク抜きをするとさつまいもの渋みとか苦みが取れるので、とてもね、甘くて美味しいさつまいもに仕上がります。じゃあこのままね、10分ほど浸します。はい、それでは卵を溶きほぐします。まずボウルに卵を割り入れます。で、こちらをよく溶きほぐしましょう。で、今回はね、全卵使うので、しっかりとまず混ぜるようにしてください。で、このようにしっかりと混ぜます。で、そうしましたら、ちょっとまだ残ってる白身の部分を取り除きたいので、一度こします。そうするとね、綺麗に仕上がります。こうやって一回こすと生地も滑らかになりますし、あとはツヤ出しの時に綺麗にね、ツヤが出るようになります。はい、こんな感じでしっかりと卵液をこしましょう。水にさらしていたさつまいもの水を切って、で、そうしましたらラップをします。で、こちらを電子レンジ 600W で3分から5分ほどさつまいもが柔らかくなるまで加熱します。もし時間がある方は200から 150W の電子レンジで15分ぐらい加熱してください。さつまいもっていうのは低い温度で長い時間加熱すればするほど甘みが引き立ちます。なので、もし時間がある方は低めのね、ワット数で長い時間やっていただけたらと思います。どちらにしろね、さつまいもが柔らかくなるまで加熱してください。はい、こんな感じに仕上がってます。で、やけどしないようにね、注意してください。そうしましたら、こういう竹串などで柔らかくね、仕上がってるかチェックします。はい、OK ですね。で、そうしましたら、少しね、これ水分が出てるので、水分を取ります。はい、水分を一回取って、フォークなどでさつまいもを潰していきます。で、この時に器が熱い時は無理せずに器を変えて潰してください。これでね、潰していきます。マッシャーがある方はね、マッシャーでも OK です。で、ざっくりとこのぐらい潰したら、もうこの時点でバター入れちゃいます。この後一度さつまいもこすんですけど、その後だとバターがね、溶けにくくなっちゃうので、ここでバターとあとお砂糖もね、一緒に入れちゃいます。で、あったかいうちに溶かします。で、その後にね、こしたいと思います。お砂糖の量はさつまいもがね、ものすごく甘いさつまいもだったら減らしていただいて大丈夫です。砂糖のね、量はお好みで調整してください。はい、こんな感じでバターとお砂糖がしっかりと溶けました。そうしましたら、ボウルとこういうね、ざるなんでもいいです。ちょっと網目の細かめのものを用意して、先ほどのさつまいもですね、はい、
でこれで一度こしましょう。これを1個やるだけですごくね滑らかで美味しくなるので、ちょっと手間なんですけどこれやっていただくといいかなと思います。逆にこのザクザク感が好きっていう方はこういうね工程省いていただいて大丈夫です。でこれがねさつまいも全部できるまでこしていきましょう。はい、やっと終わりました見てください、裏面こんな風になってます。そうしましたらこちらを取ってさつまいもの繊維の部分も取り除けるのでこう食べた時にね口に残らないんですよね。はい、こんな感じになりました。でそうしましたら一度練りましょう。でそうしましたらここに卵液3分の2ぐらいですね入れます。生クリームとあとバニラエッセンスを加えます。はい、でこれで混ぜていきます。よくねすり混ぜましょう。で最初ちょっと水っぽいかなって思うんですけど、このさつまいもが水分をね吸い取ってくれるのでちょっとね柔らかいぐらいでもね大丈夫です。はい、このぐらいクリーミーに仕上がります。柔らかさ的にねこのぐらいです。耳たぶぐらいの柔らかさですね。はい、これで OK です。はい、そうしましたらスプーンを用意してスプーンですくいます。でこの縁を使って量を調整します。はい、このぐらいですね。でそうしましたらこちら容器の中にもう1個スプーンを使って落とします。シュッと、はい、こんな感じで落としました。そしたらこのスプーンの背を使って形作っていきます。そうするとね綺麗な形になります。はい、このようにスプーンのねこの裏を使ってこうやって撫でると表面がねすごく綺麗になります。こんな感じです。はい、それではねもう一回やりたいと思います。スプーン1杯分ぐらい取ります。この容器を用意してでもう1個のスプーンでこうそぎ落とすイメージですね。はい、はい、でそうするともうあらかじめねちょっと面長な形になります。それをこのもう1個のスプーンでこうやって形を整えていきましょう。はい、こちらも表面が滑らかに仕上がりました。でこれをねさつまいもがなくなるまで作っていきたいと思います。はい、こんな感じに仕上がりました。でスプーンでやると最初からこう楕円形に形が作れるのでさつまいもの形を作りやすいです。であとスプーンの背中を使うと表面をきれいにこうならすことができるのでスプーンでやるのがね結構おすすめです。それでですねこちらおかずカップでやるときはこうやって手で形作ってこうちょっと広げてでここにポトッと置きます。しっかりとしたアルミの方だとスプーンでこう整えながらやってもこの肩がビヨーンってなったりしないんですけど、おかずカップの場合はねちょっと柔らかいので最初に手とかでね形作ってからこうやって置くといいかなと思います。はい、そうしましたらこちらの卵液を塗っていきます。これはツヤ出しですね。でちゃんとねこうやって卵液こしてあるので綺麗にねツヤが出るようになってます。はい、そうしましたら今回はですねトースターで簡単に焼いていきます。ポイントとしてはトースターは焦げやすいので様子を見ながら焼くようにしてください。で今回ね2回焼きます。はい、今ね5分ぐらい経ちました。でそうするとね表面が乾いて少し焼き色がついてきました。でそしたら2度塗りします。こうすることで黄金色の綺麗な焼き色がつきます。そうしましたらもう一度トースターでこんがりと焼いていきます。はい、これで完成です。このぐらい焼き色がついたら OK です。はい、2度塗りして焼くとこんな感じでツヤっとした焼き色になります。そうしましてこちらがおかずカップで作った方ですね。周りをクシュクシュっとスイートポテトに合わせてやるとちょっとおしゃれなお店風のスイートポテトに仕上がります。ということで完成しました。こんな感じにツヤツヤテカテカに焼き色がついて美味しそうに仕上がりました。早速いただきたいと思います。中がすごくしっとりしております。いただきます。すっごいしっとりしててかなり濃密で美味しいです。
もう甘さが絶妙ですね。さつまいもの甘さによっても違うと思うんですけど、はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のスイートポテトのポイントとしては、さつまいもに関してなんですけれども、皮を剥いてからきちんとアク抜きをすることで、さつまいもの渋みだったりとか苦味を取ることができるので、とても美味しいスイートポテトに仕上がります。加熱時間に関しては、さつまいもの甘さをより引き出したい時は 200W の電子レンジで15分ぐらいさつまいもが柔らかくなるまで加熱してください。さつまいもは低温で長い時間加熱すればするほど甘みがどんどん引き出されるので、時間がある方はぜひやってみてください。あとは卵に関しては、全卵を使う時は卵液をきちんとこしてから使うようにしてください。こういうね、綺麗な形にするポイントとしては、まずスプーンで一すくいして、もう1個のスプーンでこうやって落とすと、落とした時にこう楕円形の形にもうすでになってるので、すごくね、形が作りやすいです。さらにスプーンの背中で表面を撫でると平らになるので、すごく綺麗な形のスイートポテトを作ることができます。で、今回私が使ったね、このアルミ箔は船型って言って、固めのアルミ箔の型になってます。で、もしない時はこういうね、おかずカップを下にして大きさに合わせてちょっとクシュクシュっとやってあげると、ちょっとね、お店っぽくなるので、こんな感じで作っていただけたらと思います。はい、ということでとても簡単なのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はトースターで簡単に作れる濃厚スイートポテトをご紹介しました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしているので、いいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。